んです。日本で生活しているとよく聞きませんか？なくても意味はわかるのに、どうして使うのと思う表現だと思います。実は、んですは、情報を伝えるだけじゃなくて、感情や背景、相手への配慮を伝えるための言葉なんです。今日は日本語でとてもよく使われる、なんとかんですについて簡単にお話しします。今日のポッドキャストを聞いて、ですの感覚を身につけてみてくださいね。こんにちは、萌えです。このチャンネルは日本語学習者の方が日本の生活、仕事、会話に慣れるためのポッドキャストです。教科書にはあまり載っていない日本語や日本生活についてのいろいろなテーマについてお話ししています。ですがある文とない文、一体何が違うのかわかりますか？例えば、ラーメンが食べたいです。ラーメンが食べたいんです。どちらもラーメンが食べたいことはわかりましたね。では、何が違うと思いますか？一つ目のラーメンが食べたいですは、ただの事実で、ただの情報です。情報以上のことはありません。聞いてる人は、そうなんだ、となります。では、ラーメンが食べたいんです。んですが入るとどうでしょうか？これは事実だけではなく、話した人の何かしらの気持ちが含まれていると聞いている方は感じます。この違い分かりにくいですよね。今日はいろいろな例を使って、この違いを見ていきたいと思います。一つ目の例ですが、例えば、大きなカバンを持っている同僚を見て、出張なんですか？はい、出張ですかではなく、出張なんですかというとき、どんな気持ちが含まれているか見ていきましょう。これは、私はあなたが大きな荷物持っていることに気づきましたよ。何か教えてほしいな。どうしたんだろう。教えてください。と、相手に理由を求める気持ちが含まれています。ですから、出張なんですかに答える人は、はい、そうなんです。なんとかで、と理由を説明することが自然な流れになります。一方で、出張ですかは事実の確認をしているだけという印象になります。答えるときは、はい、で終わっても不自然ではありません。では、次の例を見ていきましょう。驚きを表すです。例えば、さっき家を出たのにもう帰ってきたんですか？これは、あなたはもう帰ってきたんですかという驚いた気持ちが含まれています。もし、もう帰ってきましたかと言ったら事実の確認です。ドアの音がして、ドアが見える場所にいる誰かに、なんとかさんはもう帰ってきましたかというのであれば自然です。ですが、さっき家を出たのに、あなたはもう帰ってきましたかと聞く場合、この文脈だと、ドアを見ている私が帰ってきたの分かっていますよね。本人に事実を聞くのはちょっと不自然になりますから、この文脈だと、その人にもう帰ってきましたかというのは不自然です。では次の例。質問を柔らかくしたいときに使っています。お国はどちらですか？この質問、最初の頃によく聞かれましたよね。これ、お国はどちらなんですか？というと、実は命令のように聞こえない距離と柔らかさを作るようなですの意味があります。相手の気持ちを大切にするための、柔らかくするためのクッションにもなります。今と同じような感じで、断り方。例えば、優しく断りたい、はっきり断りたくないという時にも、ですが使えます。今日飲みに行きませんか？
と同僚に飲みに誘われたとき、すみません、行けません。と言うと、はっきり断っています。ですが、すみません、今日は行けないんです。と言うと、柔らかく断ることができます。いけませんだと、事実、情報を伝えているだけなので、気持ちがありません。つまり、強い拒絶感を聞き手は感じます。ですをつけることで、断りたいわけじゃない事情があるという背景や気持ちをその文の中に含ませて伝えることができます。ですから、柔らかく断ることができるんですね。さらに、ですがあることで具体的な理由を続けやすいんです。明日早く起きないといけないんです。と言われたら、どうしてですかと相手は聞きたくなります。そして、この起きないといけないんですの中には、理由があるんですよという気持ちが含まれています。その他にも、状況の説明が必要なとき、例えば遅刻した理由を先生に説明するとき、先生が、どうしたんですかと言いますよね。その時に学生が、電車が止まったんです。これも先ほどと同じで、電車が止まりました。だとただの情報です。理由の説明まで言えていないという気になります。さらに、謝りたいという気持ちも含まれていません。事実だけ言って、私は悪くないと聞こえてしまいます。でも、電車が止まったんです。と、ですがあることによって、背景を説明する導入になります。つまり、何か事情があると相手は察するので、相手が次の質問をしやすいです。それからちゃんと理由を言おうとしているんだなと先生は思います。ああ、そうだったんですね。何かあったんですかみたいに優しく返してくれると思います。似たようなものですが、自分の状態や弱さを伝えるとき、共感を引き出すためのですが使われます。元気ないね。大丈夫？ちょっと頭が痛いんです。はい。このです。これも共感を引き出すために使っています。頭が痛いです。だと、事実、情報を伝えているだけです。でも、頭が痛いんですというと、ちょっと私が困っています。助けてほしいなという気持ちが含まれているので、相手が共感しやすいんです。ああ、大丈夫ですかとか、心配しやすくなります。何か助けてほしいことはありませんかと続けることもできます。次の例を見ましょう。自分の意見を押し付けずに伝えたいときです。例えば、あなたは日本語の聴解と読解どちらが得意？私は聴解が得意なんです。私は聴解が得意です。これでも大丈夫です。ですが、今までと同じです。です、ますで終わると、事実を言い切っているだけなので、自信があるようにも感じますよね。ですが、聴解が得意なんですと、ですをつけることによって、個人の感覚として話していたり、その後に得意な理由とか、他の話が続くように感じます。それによって、自分の得意なものを押し付けられているというような主張が弱まって、会話がスムーズになることがあります。これ以外の使い方もまだまだたくさんありますので、一緒に見ていきましょう。例えば、皆さんが知らないような情報を伝えるときです。これ、こういう意味があるんですよ。〇〇ってこういうところがあるんです。今、私がこのテーマでポッドキャストを話しているときにもよく使っているですの使い方です。びっくりですよね。面白いよね。というような意味を含んでいるのがこのです。それが相手にも伝わると思います。次は予想するときのです。なんで大きな荷物を持っているんだろうという疑問を言っている人に対して、旅行に行くんじゃない？これで
多分そうなんだろうという予想の意味が含まれています。次は、非難するような言い方です。授業中に携帯を見ている学生に先生が、授業中に携帯見てるんですか？これ、授業中に携帯見てますかは、ただの確認ですよね。携帯見てるんですかは、どうしてですか？よくないですよね。という、相手を非難するような気持ちが含まれています。最後に思い出す時のんです。今日は学校で漢字のテストがあるんだった。これも、んですを使って、思い出したという気持ちが入っています。事情や理由を続けたいときは、んですを使って、先生お話があるんです。コンビニへ行きたいんですが、話を続けたい気持ちを伝えることができます。ここまで、んですの使い方を見てきて、んですがないですますの文とんですの文、少し違いがわかりましたか？実はここで気をつけなければならないのは、んですは気持ちを含んでしまうということです。ここまで聞くと、やっぱり、んですって何でもつけた方がいいんじゃないのと思いませんでしたか？でも、それは少し違うんです。んですを勉強すると、何にでもんですをつけたくなってしまうんですが、使い方が少し違うと困ってしまう場面もあります。例えば、今日取引先との打ち合わせがあったんですが、これはこの先何か言いたいので、これは大丈夫ですね。先方の予算が足りないと言われたんです。はい。ここで報告が終わったとします。上司はそれで続きがあると思います。言われたんですには何か話した人の気持ちがあると思うからです。例えば、今日取引先との打ち合わせがあったんですが、先方の予算が足りないと言われたんです。と言われたら、その報告した人は、さらに何か言いたいんだろうなと上司は思います。ですから前後にこの発話以外の文脈があると感じるんですね。ですが多すぎると、私の話を聞いてもっと話したいことがあるという感じがしてしまうのです。ここで報告を終わりたい場合は、今日取引先との打ち合わせがあったんですが、先方の予算が足りないと言われました。これだけで大丈夫です。ですをつけることによって、さらにその後に何か理由や言いたいことがあるというように相手は察しますので、一旦報告を終わりたいときは、足りないと言われましたと言い切ってしまいましょう。あとは日常会話でも、今雨が降ってるんですから、今日は家にいます。この店は人気があるんですので、予約した方がいいですよ。これよく聞く気がします。理由を説明するときに、ですを使うケースもよく聞くんですが、これは少し違和感があります。からのでを使って長い文にしていますよね。からのでがそもそも理由を説明する文章です。ですも理由を説明したいという気持ちが入っているんですけれども、からのでというのはもうその時点で理由を言っているので、使い方がちょっと重なってしまいます。また、理由というのはただの情報ですよね。からのでがあることで気持ちやその後の行動が後ろで説明されています。ですから、ので、からの前のです。のもっと話したいという気持ちは入れなくても大丈夫なんです。これ例えば、今雨が降ってるんです。で一回終わって、だから今日は家にいます。と文を分けると実は自然になります。この店は人気があるんです。だから予約した方がいいですよ。とかですね。他にも、例えば病院では、先生が今日はどうしましたかと聞きますが、それに対して足を怪我しましたと事実を確認して、それから事実を答える場所。ここではですは使われません。ですが、友達と会ったとき、怪我した足を見て、
どうしたんですか？足を怪我したんです。と使ったりします。友達と話すときは事実の確認ではなくて、大丈夫ですか？心配ですね。とか、そうなんだ、大変だったんだよ。というようなことを伝えたい。その気持ちを入れているので、ですが使われています。気持ちを乗せる場面と事実を伝える場面で使い分けています。つまり、ですは、どの文にも使える万能な文法ではありません。でも、ですますだけの文だと気持ちが足りないと感じて、少し距離が遠く感じてしまうこともあります。ですは、実はコミュニケーションを円滑にするために非常に重要な文法です。ただ、言いたいことがあるという意味が含まれているっていうことは、たくさん言いすぎると言い訳のように聞こえてしまう場面や、話がなかなか終わらないなぁという印象にもなってしまいます。だから、すべてにですをつけたらいいわけではないんですね。日本語は空気、背景、気持ち、文脈を読むことがとても大切なので、このですを使いこなせると、より自然にコミュニケーションをすることができるかもしれませんね。次に会話するとき、ぜひですを使ってみてください。きっと会話の雰囲気が変わると思います。